今回はですね、日本人と西洋人の方の考え方の違いについてお話ししていきたいと思います。バレエとかね、ダンスってもちろんね、体の違いがね、もちろんあるから踊り方のね、違いが出てきたりもするんですけれども、でも体の違いもあるけど、考え方のね、違いもね、やっぱりあるんですね。そこはすごくね、大切なので、ヘレン先生、日本ですごくね、長い間教えていらっしゃるので、いろんな経験をされてきたと思うので、そのあたりについて、お話をお聞きしていきたいと思います。ではヘレン先生が、ここが日本人と外国人の例えばバレエの生徒と先生がこう分かってないなっていうところを教えてください。どういう経験をしましたか？ Well, I remember the first time I realized there was a big difference. I took a group of students to a summer school in Vancouver, and the Japanese students were being very respectful and listening carefully, but the Canadian teacher thought they were bored, thought they weren't interested. And I watched the Canadian teacher get angry at the Japanese student. And the student, of course, was shocked and she started to cry. And that's the day I realized there's a big difference and both sides need to learn what's going on. ヘレン先生が、カナダにね生徒さんを連れて行った時にレッスンでね、私たち日本人はほらこうなんか私がちっちゃい頃は特にそうでしたけど、静かに黙って話を聞く、一生懸命こう真剣に聞いてるんですよね。でもそうすると逆にカナダ人の先生から見ると興味がないんじゃないかっていう風に思われるんですね。なのでそのカナダ人の先生はせっかく教えてるのに興味がないと思って怒ってしまうし、日本人の子たちはすごく真面目に聞いてるのになんでっていう風にびっくりしてショックを受けてしまうんですね。それもやっぱ考え方とか、習慣の違いだったりしますよね。でもその違いがお互いに分かっていればそういうこと起きないんですよね。先生も日本人ってこれが一生懸命、真面目がいいことだと思ってるんだっていうのがカナダ人の先生が分かれば多分怒らないし、日本人の子ももっとこうみたいな感じの方がいいのかなっていうのが分かっていればきっとね、そういうふうにこうならなかったとはね思うんですよね。他にあとヘレン先生から前ちょっと聞いたのは、その留学した時にその留学先の、外国人の先生がやっぱその日本人の生徒さんのことを理解できなくって、日本のバレエの先生に電話をしても日本人の先生とその外国人の先生がうまくコミュニケーションが取れないので、ヘレン先生のところに電話がかかってきて何時間も電話で間に入ってねお話しするっていうのを聞いたことがあったので、何かじゃあその海外に留学したことを先生と日本人の先生の間のね、そのなんかこうちょっと通じない部分というか相入れない部分なんかありますか？ For example は。For example, a problem like that. Well, I guess there's a teacher who felt that she couldn't communicate with the Japanese student, and she asks after class, "Are you okay?" And the Japanese student says, "Yes, no problem," but obviously there's a problem. So they won't get information from the students. The students don't want to open up because they're the teacher. そうですね。なんかやっぱり外国人の先生たちは大丈夫？何かある？って聞いてくださるんですよね。でもやっぱりあっても言えないんですよね。なかなかだから大丈夫ですみたいな感じになっちゃうけど、本当は大丈夫じゃないんですよね。いろいろ言いたいですよね。でも言えないんですよね。いつもの先生じゃないから。でもちょっと多分言語の問題もありますよね。日本人は特にちょっとイングリッシュとかね苦手だから話せないっていうところもあると思います。だから今ヘレン先生は実は英語のコース
海外に留学したい子のための英語のコースっていうのを作っていらっしゃるんですけど、やっぱりダンスと言語は結びついてるので、自分のことを表現するっていうのも必要ですよね。あと前ヘレン先生にちょっと聞いたんですけど、日本だとすごい頑張って練習しますよね。例えばもう私聞いたことあるんですけど、鍵を朝6時に例えばスタジオに開けて入って、なんか自分で練習、先生いないらしいんですけど、自分で練習をして、で学校に行って、で帰ってまたすぐバレエ行ってみたいな方もいるみたいで、週6とか週7とかエブリデイですね。エブリデイすごい頑張ってね練習してる方もいらっしゃると思うんですけど、例えばそういう方がじゃあコンクールで賞を取りました、海外に留学行くことになりました、行ったら海外のバレエ学校は週5でしたみたいな、っていうか昼間しかバレエやりませんでしたみたいな、で土日休みですってなると、レッスン量が少なくなって自分は上手くなれないんじゃないかみたいな風に、逆に日本にいたらいっぱいできるけどこっちにいたら練習量が少ないから、伸びないんじゃないかっていう風に思ってしまう方もいらっしゃったみたいなんですけど、ちょっとその頑張るの考え方がねちょっと違うんですよね。そのリラックスする時間だったりとか、他のことを経験する時間のね、そこをちょっとお話ししてください。One student was going to the National Ballet School in Canada, and I met, after she'd been there a few months, and I met her mother, and is everything going okay? Yes. And eventually the mother said to me, but my daughter thinks that she can't become a professional dancer if she stays at the National Ballet School. Why? So we started to talk about it, and she didn't understand why Sunday there's no class, why after school there's time, yes, to relax. So I contacted the school and asked them to talk to her and explain that we need time for your body to relax, and gradually she understood. Yeah. そうなんですよ。日本人の子はとにかくね頑張るが好きです。てか日本人の子っていうか日本人全体が頑張る、やる、とにかくやるみたいなね、そういうの好きだし、だいぶ変わってきたとは思いますけれども、日本人の先生やっぱ真面目ですよね。だからそのレッスンない時に例えば座ってリラックスしてたら立って練習しなさいみたいなところがやっぱりちょっとありましたよね。特に私がねまだそのちっちゃい頃とかはなんていうんですかね、バレエダンスは西洋から入ってきたけれどもカルチャーはジャパニーズみたいなね、なんかこうミックスしちゃってるんですよね。そのダンスと文化と風習と考え方が、それがうまくいくこう真面目勤勉さっていう意味では、例えばなんかステップとかねなんかうまいかもしれないけどなんか表現力だったりだとか、そのリラックスしたねこう動きとかが苦手だったりとかねするので、やっぱりその考え方ってねすごく大切だと思います。で体もそうだし考え方もやっぱねリラックスするためにはじゃあどうしたらいいかっていうところなんですよね。でヘレン先生、私セミナーで初めてお会いしたんですけど、その体をねこう整えることをお伝えしたら、これはそのリラックスにもつながるしすごくいいんじゃないかっていうふうにね思ってくださったので今ね一緒にやってるんですけど、じゃあヘレン先生にそのリラックスすることと体を整うボディチューニングはどういう関係があるかなと思ってみますか？So I think it's important that dancers start to think that they should work smart, not hard, right? And part of working smart is knowing how and when to relax, right? And that means during the week you need a day off for your body to relax, but in class you need time to relax, so it's not from start to finish working hard. And what you're doing with the body tuning is really helpful. So physically we can find ways to relax the tension in our body,
and then it affects the mental side. そうですね、だからボディチューニングって体を整えてるんですけど、リラックスすることもできるし、あとはなんだろうね、後で、例をね挙げたいと思うんですけど、その固まった概念をねちょっと崩すっていう意味でも一度ね体を整えてみるといいと思います。ではですね、次の動画では実際にヘレン先生の生徒さんでその体を整えることでどのようにね変化していったかっていうのをお話ししたいと思います。チャンネル登録ぜひお願いします。参考になったりいいなと思ったらぜひこのねグッドボタン押してください。質問があったらぜひねコメント欄に書いてください。ではでは。